こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリターンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。また、この WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。また、今朝メンバーシップ動画の方も上げましたので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。あと、ここから通常通り、海外の状況を見ていきますと、まず米国の ETF は全体でマイナス 0.13 億ドルの純流出を記録しています。グレースケールの GBTC がマイナス 0.32 億ドルの流出で収まってますが、他のファンドから特に大きな流入もなくですね、全体でマイナスを記録しています。あと、公開が遅れていた7月1日分のフローは全体でプラス 1.29 億ドルとなってまして、市場の動きと同じような資金の流れになってますね。一方、香港はビットコイン、イーサともにゼロとなっております。あと、オンチェーンの方では、ドイツ政府の売りがまた話題になってますね。最近の動きでは、クラーケンに 32.7BTC、ビットスタンプに 150BTC、コインベースに 100BTC、フロートレーダーズに 361.8BTC となっています。また、いつものアドレスにも約 700BTC ほど送金が見られますね。もうファンドとしては風化してきてますけども、未だ動きが見られる状況です。あと、他ではビットフィネックスのアナリストが、ビットコインの長期保有者の利確売りがまだ収まっていないというレポートを出したこと、またスタンダードチャータード銀行のケンドリックがビットコインを8月に相手値を更新して、11月の大統領選の頃には10万ドルに達する可能性があるという予測を出したことなどが話題になっています。短期的にはまだ調整ムードですが、長期的には期待できるという見方は変わってないようですね。ビットコインの価格は現在6万1000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米ジョルツ求人件数が予想の 786.6 万人に対して、結果が 814.0 万人と、前回の 805.9 万人も上回る結果となりまして、米ドル高、金利上昇要因となっているんですが、要人発言の方では、パウエル議長がディスインフレの軌道に戻りつつあるとか、労働市場は強いけども、場合によっては対応が必要であるとか、若干ハトハト取られるような発言がありまして、金利下落要因となっています。米金利は現在下落傾向となってますね。米国債金利は 4.43 を推移しておりまして、ナスダックが211とほぼ AT1、S&P500 が5510、ダウ平均が 39,330、金ゴールドが 2,329 ドル、日経平均が 4420 円、ドル円が 161.5 円となっております。個別株の方では、マイニング企業のアイリスエナジーが3980万株を売却して4億1340万ドルの資金調達をしたことを発表しています。マイニングのハッシュレートを今年中に 30エクサハッシュに拡大することを目標としてまして、収益も前期の4200万ドルからは5340万ドルに増加と、株価もプラス 14% と高騰しています。また同じくマイニング企業のクリーンスパークが6月に 445BTC をマイニングしたことを発表、5月の 417BTC からも増加してまして、ハッシュレートも20エクサハッシュを超えて、12月から倍以上になったことをアピールしてますけども、株価は昨日からマイナス 5.5% と下落しています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 0.09%、額としては321億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.5%、バイナスミはロングが 73.9% としたようになっています。今後の指標としては本日7月3日にポーランド中銀政策金利、米 LP 雇用者数、米 ISM 非製造業景気指数、7月4日早朝に FOMC 議事録、7月5日に米雇用統計が控えております。市場全体で見たら、米金利下落から各指数が上昇傾向となってますが、ビットコイン仮想通貨関連株は先日の上昇から調整に入っているといった状況でしょうかね。本日7月3日は米祝日のインデペンデンスデイの前日で、米市場半休となってまして、明日7月4日祝日インデペンデンスデイで全休となってますんで、サプライズがない限りは市場落ち着きそうではありますね。ビットコインのチャートだけ見たら比較的抵抗の強い6万4000で2回弾かれて6万2000を割った展開となってまして、6万ドルの攻防に向かうとしております。6万ドルを割った場合ですね、次5万8000を耐えられるのか、上は再度6万2000の攻防に回帰できるかが焦点になると思います。短期時間足、ドル建てではそこあたりですが、ここで反発できるのか注目ですね。
あとはイーサですね。先日 SEC がコンセンサスを訴えた件について、裁判所が通常よりも迅速なスケジュールを承認したことが話題になっています。そもそも SEC が訴える権利があるかどうかを判断することを含めてですね、法的手続きを7月29日から11月26日の間に済ませる予定となってまして、判決は年末か2025年頭には下される可能性があるとのことです。コンセンサス側の要求が通って若干仮想通貨側に有利に動いているように見えますし、期間的にも反撃バブルに間に合うように設定されて、順調のように見えますけども、市場の方ではイーサイテープを含めた投資商品からの資金流出が目立っております。週間流出額はマイナス6000万ドルを突破してまして、2週間で合計 1.2 億ドルの流出となっています。2022年8月以来最大の流出となっています。またオンチェーンの方でもイーサをステーキングするバリデータが撤退しているのが観測されています。要因としては、先ほどのコンセンサスもそうですけども、最近の SEC のイーサ周りに対する訴訟懸念が挙げられてますが、私個人的には他の要因もあるんじゃないかなと思いますよね。他でジェミニがスポットイーサ ETF には50億ドルの資金流入が見込まれるとか、強気な予測を出したことが話題になっています。イーサの価格現在3350ドル、BTC 建ては 0.0551 と昨日からは上がっております。先物の方では、OI は全体でマイナス 1.1%、額としては144億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.0%、バイナンスミはロングが 79.0% としたよりになっています。ドル建てでもビットコインとともに下がってますが、BTC 建ても抵抗を超えられず、右肩下がりの印象がありますね。投資商品やオンチェーンの方でも厳しい状況となってますが、チャートだけ見たら短期では上は3430あたりの抵抗を超えられるかどうか、下はちょうどこの3350で反発できるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。先日バイデン大統領の後任探しが始まってるんじゃないかという話をしましたけども、やはり党内の支持率が若干動いているようですね。ポリマーケットの予測市場では、先日物議を醸した討論会からカマラ・ハリス氏の支持率が急上昇してまして、一時と比べると4倍以上に跳ね上がっていると。討論会でバイデンの頼りなさが露呈したというのもありますけども、各メディアもこのハリス氏を後押ししてるみたいですね。民主党はちょっと絶望的になってきましたよね。今のバイデンでもトランプに勝てなそうですし、このハリス氏に変わったとしてもトランプほどのインパクトがないんで、現状だと厳しいのかなと思いますよね。民主党内の候補者争いも注目ですね。あとここからアルト関連になります。ワールドコインの Tools for Humanity のメンバーに Apple、Google、Meta、Tesla、X の元幹部らが加わったのが話題になっています。それぞれが責任者、オープンの設計などに携わるとのことです。ワールドの価格現在 2.2 ドル、BTC 建てはマイナス 2%、時価総額135位ですね。しばらく見ないうちにだいぶ落ちちゃいましたね。交際データの新たな保管仕様発表も虚しくですね、弱くなっております。チャート的にもまたそこあたりについてますが、ここから反転できるのか注目ですね。あとはアスターのバーンもグローバルで話題になってます。総供給量の 5% に当たる 3.5 億アスターをバーンと、7400万アスターはコミュニティ財務に当たられることが決まったようです。アスターの価格は現在 0.07 ドル、BTC 建てはマイナス 2.7%、時価総額161位ですね。こちらも久しぶりの表に出たファンドとなりましたが、こちらも反転できるのか注目ですね。あとその他資金調達系では、多いところだと AI プラットフォームを構築するセンティエントが8500万ドル、ビットコインチェーンのリステーキングプロトコル、ロンバードが1600万ドル、分散クラウドサービスのプロディアが1500万ドル、モジュラーオラクルのレッドストーンが1500万ドルの資金調達を発表しています。内容というよりもですね、どこが主導しているのかで額が決まっているような感じがありますけど、通常見えるような資金調達とは額が一桁違うような発表となっています。これらが次のトレンドとなるのか注目ですね。今日はこのとこですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。